こんにちは、ゆかです。今日紹介するのは CMF by Nothing のヘッドホンプロです。まず最初に見た時にデザインがめっちゃ可愛かったので欲しいって思ったんですけど、値段を聞いてさらにびっくりしました。なんとこちら1万円台でこのクオリティと高機能がいろいろあるので結構すごいんじゃないかと思います。CMF はロンドンを拠点とするコンシューマーテクノロジーブランド Nothing のサブブランドです。ナッシングの製品は私も好きでいろいろ持ってるんですけど、実は CMF のラインは初めて買ってみました。ナッシングよりもさらにお手頃なんですけど、手頃な価格でもちゃんとデザインにも機能にもこだわろうというのが、テーマのブランドです。で、この CMF ヘッドホンプロが CMF の初のオーバーヘッドイヤホンです。ということで、まずは最初にデザインの話をしていきたいんですけど、とにかく可愛いんですよ。カラーバリが3つあって、ライトグリーン、ライトグレー、ダークグレーがあります。そして何といってもリミックスをスローガンにしているだけあって、別売りでイヤークッションを追加で買うことができて、クッションの部分の色を変えて楽しむことができます。カチッと回して簡単に取り外しができます。今のところクッションだけで変えるカラーはライトグリーンかオレンジだけで、私はオレンジとグリーンの組み合わせにしました。これで外出するとめっちゃ人に褒められます。質感的にはプラスチックとクッション性のあるフェイクレザーで、価格に対してかなりいい質感だと思います。ここの部分を引っ張って大きさを調整できるようになっています。もう一つ注目すべきポイントが、物理的な操作感がすごくいい点です。最近だとタップとかスワイプするものが多いと思うんですけど、物理コントロールってやっぱ使いやすいよねって思いました。左側には電源ボタンがありまして、こちらは長押しでオンオフできて、もっと長押しでペアリングモードに入って Bluetooth で接続できます。そしてスライダーの部分もありまして、これは低音と高音のバランスを調整することができます。あとは 3.5mm ヘッドホンジャックも付けられます。そして右側にはローラーのコントロールがあって、これは回すと音量調整、1回押すと再生、一時停止と、長押ししてノイキャンの切り替えとか、ダブルプレスで次へ、トリプルプレスで戻るなどの操作ができます。で、あとはもう一つ、この赤い印がついているボタンは好きな機能をアプリで割り当て可能です。そして充電用の USB-C のポートがついています。ということで、ちょっとね、質感の違うボタンがいろいろあることで、どこで何をできるかっていうのが覚えていやすいし、使っていて楽しい理由の一つになっているんじゃないかなと思います。音質関係ですが、詳細な設定をするために Nothing X というアプリを使っています。これはノイキャンもできるんですけど、ロー、ミッド、ハイで強さを固定させるか、アダプティブにすると周囲の騒音を分析して自動で切り替えるように設定することもできます。ノイキャンの効き具合は、AirPods Pro 3を10としたら5か6ぐらいなんじゃないかなと思います。あと外部音取り込みモードもあるんですけど、これも AirPods Pro に比べるとちょっと弱い気がします。ノイキャンはね、もうちょっと強く聞いたらいいなとは思うんですけど、普通の音質自体はとてもいいと思います。40mm のカスタムドライバーで低音の深さもあるし、高音もクリアだなと感じました。私はそんなに音にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、結構単純な人間なので、好きな音楽を聴いてる時にこのね、スライダーで低音を大きくすると、すごい脳内からドーパミンが出るというか、めっちゃテンション上がっちゃうみたいな感じで、スライダーで普通モードから気合い入れる時に低音モードにするっていうのがね、結構楽しいです。さらに空間オーディオも搭載されていて、コンサートモードとシネマモードがあります。これはね、正直どう違うのかよくわかりません。あとはパーソナルサウンドというものもあって、アプリで3分間ほどのテストをすると、その人の聞こえ方に合わせたパーソナルサウンドプロファイルを作ることができます。あとはイコライザーでおすすめのプリセットにしたり、カスタムチューニングすることもできます。こちらはもちろん Android でも Apple エコシステムでも使うことができるんですけど、少しだけそれぞれ違いがあります。まず Apple のエコシステムに特化した音のコーデックの AAC というものがあって、iOS とか iPadOS とかでつなげると勝手に AAC モードになります。だけど Android につなげると AAC か LDAC という別のコーデック、こちらどちらかを選択することができて、さらにね、Android 側が対応していれば高解像度ワイヤレス音質の LDAC でつなぐことができます。
もう一つの違いはボタンの割り当てで、 iOS だとアシスタントボタンを Siri の呼び出しにしか割り当てられなくて、Nothing 以外の普通のその他 Android だと Gemini にしか割り当てられないんですけど、Nothing のスマホとつなげると、このボタンにジェミニだけじゃなくてチャット GPT のボイスアシスタントの呼び出しとエッセンシャルニュースというね、Nothing 独自のニュースアプリとの接続もできます。もちろんどのスマホでもチャット GPT アプリを立ち上げてチャット GPT のボイスとヘッドホンを通じて会話することができるんですが、Nothing だとそのスマホを操作することなく、このボタン1個で呼び出せるのは、ボイス機能を対応する人にとってはかなり便利なんじゃないかなと思います。バッテリーも実は注目ポイントなんですけど、ノイキャンオフで最大なんと100時間再生、ノイキャンオンでも50時間というね、すっごい電池持ちがいいんです。5分の充電で4時間再生できるし、 USB-C 対応でスマホとか PC とかからもさっと充電できちゃいます。旅行とか長時間移動が多い人には本当にこの電池持ちは安心感があるんじゃないかなと思います。ということで、こんなに機能が詰まっているんですけど、これが1万円台ってすごくないですか？デザインよし、音質もよし、操作も楽しい、バッテリーも最強というね、価格に対してクオリティがかなり高くて気に入っております。あとね、着せ替えられるイヤークッションもすごい可愛いですよね。ということで、これからの季節プレゼントにも結構いいアイテムなんじゃないかなと思います。皆さんは CMF ヘッドホンプロについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。